こんにちは。TTS の川本です。この動画ではメタバースの基礎第3弾としてテクスチャーを紹介します。少し専門的な内容になりますので、基本的なところから見ていこうと思います。よろしくお願いします。難しい話をする前に、まずは体験してみようと思います。iPhone に搭載されているライダーを使います。アプリは 3D スキャナーアップの無償版を使います。ライダーは iPhone 12以降の上位機種や2020年以降の iPad Pro で使用することができます。今私が使っているのは iPhone Pro の12になります。今私のデスクをスキャンしています。白い三角で埋め尽くしていくようなやり方です。デスクの表面とかパソコンの画面ですねに写真がついているような状態になっているのがお分かりいただけると思います。小さなデータですので後処理はすぐに終わります。iPhone の画面だと少し小さいですので、データをパソコンに移動します。出力形式は OBJ とします。Google ドライブを経由してデータをパソコンに移動することにします。ここからはスマホではなくパソコンの画面になります。クラウドコンペアというフリーソフトを使って先ほど取得したモデルを表示しています。机やパソコンのモニターの表面がとても綺麗でリアルに見えます。クラウドコンペアで読み込む前の OBJ を Windows Explorer で見ています。OBJ は OBJ ファイル、MTL ファイル、JPEG ファイルの3つのファイルから構成されていることがわかります。JPEG ファイルを開いてみると、今クラウドコンペアで見た画像と同じに見えます。どうやらこの画像がモデルの表面に貼り付いているようです。今体験いただいた内容をもとに 3D モデルの着色について考えてみます。ここではブレンダーを使います。そもそもの話になりますが、3D モデルというのは小さな三角形や四角形がたくさん集まった塊になります。この三角形や四角形のことをメッシュと言います。また特に三角形のメッシュのことをポリゴンと呼んだりします。一つ一つのメッシュは平面ですが、それらを組み合わせることで複雑な形状を表現しています。このメッシュに色をつければゲームで使われているような綺麗なモデルに近づきそうです。メッシュに色をつける方法は2つあります。1つがマテリアルです。これは Windows Office を使って絵を描く作業に似ています。実はこの動画の背景も PowerPoint で作っています。このように図形に簡単に色をつけることができます。グラデーション等を使って複雑な色や模様のようなことをつけることもできますが、基本的に一つの図形に対して一つの色設定を与える仕組みです。マテリアルもこれと同じで、個々のメッシュの内側は一様な配色になります。メッシュに色をつけるもう一つの方法がテクスチャーです。テクスチャーは先ほど OBJ のファイルの構成で見たように色情報を画像で表現しています。メッシュの内側に画素が敷き詰められた状態になるので、より細かな色情報を表現することができます。iPhone ライダーではカメラで取得した画像をテクスチャーとして使っていますが、テクスチャーの画像ファイルを Adobe Illustrator 等で編集することもできます。ペンタブ派の漫画家の方の作業と似ています。ペンタブで描かれた絵は 2D ですが、それをテクスチャーとして拡張し 3D 化したのが 3D モデルだと言えるでしょ
初音ミクなどのバーチャルキャラクターの豊かな外見はテクスチャによって作られています。最後に少しだけ応用で形状かテクスチャかという話をします。私は 3D 計測分野の人間ですので、3D モデルをリアルにするためにはメッシュを細かくして形状を精密にすればよいとずっと思い込んできました。しかし2年前に iPhone ライダーを使いテクスチャーという技術に触れて、それがひっくり返されました。初音ミクはとても綺麗で滑らかに見えます。しかし実はメッシュはそこまで細かくないです。顔の細かな陰影などは形状ではなくてテクスチャーで表現されている場合が多いです。女性の方が化粧で顔のメリハリを強調するのと同じです。大きな声では言いにくいのですが、メタバースには弊社がこれまで計測現場のお客様にお勧めしていた高精度で、結果高額な測定器は必ずしも必要ないのではないかというふうに思っています。形状よりもテクスチャーを追求した方が綺麗なモデルになるからです。またメッシュを細かくしてしまうとグラフィックへの負荷が大きくなって、扱いにくくなってしまうという問題もあります。このため滑らかで軽量のメッシュを簡単に作るためのソフトウェアやそのソフトウェアを使うための技術に投資をされた方が費用対効果が高いのではないかというふうに思っています。動画の中でも紹介させていただきましたが、私はブレンダーという無償のソフトを使っています。測定器で取得した座標を使って枠組みを書いたり、オリジナルのメッシュをベースにメッシュを再構成したりしています。3D 分野も大きな変革期にあると言えそうです。この動画ではテクスチャーについて紹介させていただきました。そもそも 3D モデルというのは色がついていないと何のモデルかもわからないというようなものになりがちです。測定分野においてテクスチャーが積極的に活用されることで 3D モデルがより身近に日常生活に近しくなることを期待しています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。